どうもこんにちは。温泉マフィアのカイトです。タイトルにもある通り、今回、温泉街で飲み屋を出すことになりました。ありがとうございます。で、急なこんな報告で、なんやねんこいつって、どういうことって思う方もいらっしゃると思うんですけど、まず、結論から言うと、湯の平温泉街っていうところで、屋台という形で、お酒を提供することを、やろうと思います。で、以前、僕が撮影で、湯の平温泉街の山荘松屋さんっていうところに、お伺いして撮影させてもらった時に、もちろんその旅館もそうだし、料理もそうなんですけど、さらに、その湯の平温泉街っていうのは、こういう感じで、提灯がブワーってもうあるんですね、街中に。で、夜ご飯食べ終わった後に、提灯を持たせてくれるので、その提灯を持ちながら外を散歩することができます。で、その時に、なんていうんですか、その雰囲気が最高に気持ちよすぎて、これはやばいと。これはここの提灯を見ながら酒を飲めたらもう最高じゃないかって思いまして、先日、このような企画書を作ってですね、お品書きと企画書を作って、山荘松屋さんのところに行ってですね、旦那さんのところに。全部僕が、いろいろ、仕入れとか、屋台とか、全部僕が持ちますんで、こういうのを、やらせていただけないでしょうかっていう企画書を持っていきました。相当恥ずかしい話なんですけど、全然ちょっと話ずれるんですけど、その日めっちゃ雨で、しかもカッパ着て、カッパ着て行ったはずなんですけど、めっちゃこういう感じでめっちゃ濡れてて、到着する前も股間のあたりが冷たいな思ってたら、ひんやりするなと思ってたら、到着してカッパ脱いだら、めっちゃこういう感じでおもらしみたいになってました。そんな状況でも、しっかりお話をしてくださってですね。もちろん営業日だったんで、あまり、話せる時間はなかったんですけど、ちょうど温泉街の、オーナー様たちの中で、多分、こういう方向性とかいろいろ決める会議みたいな時に、僕のその企画書とか、僕のことをちょっと提案してくださってですね、先日それが承認されて、ちょっと、やることになりました。で、まずは来月の8月8と22日にある、イベントですね。この土曜日に湯の平で、夜神楽夜太鼓っていう、イベントがそれぞれありますので、土曜日にですね。その時にまずは出してみたらっていうことをおっしゃっていただいて、なんでまずはそこの日にまずは出店屋台を出そうと思います。で、今日はこれから一緒に手伝ってくれる、今日はこれから一緒に手伝ってくれる、友人と、メニューはもうあらかた決まってるんですけど、実際の物というかそういうのを見たりとか、屋台って結構、しかも屋台って結構衛生的な面でめちゃめちゃ厳しくて、シンクも用意しなきゃいけないとか、あとは、もう全部、なんていうんですかね、陶器は使えない。ちゃんと使い捨てでそれで提供して、そのまま食べ終わったらとか飲み終わったら捨てれるようなものとか、テントも2メーター ×2 メーターのテントを例えば用意したとしたら3方は絶対覆わなきゃいけない。塵とかやっぱ風が外なんで、こうやって来ないようにしなきゃいけなかったりとか、結構厳しいんですけど、でも僕がやるのはもう、皆さん旅館でご飯を食べてきた後に最後一杯ちょっと引っ掛けたいなとか、最後こんなが飲めたら気持ちいいやろうなっていうのをね、できたら一緒に楽しめたらいいなっていうものなので、
そんなにこうめっちゃがっつり飯を用意するとかもないので、まあメインはお酒ですね。日本酒とビールと焼酎と、ウイスキー、ハイボールとかですね。あとソフトドリンクと、まああと季節も季節なんでアイスとかも用意できたらいいなとは思ってます。まあただこれはもうちょっと、今ちょっと話してる途中なんですけど、そういうのも含めて、まあメインはアルコールと、まあドリンクっていうことで、ドリンクですね。飲めたらめっちゃ、まあ夜が楽しいなと思うんで、僕がその撮影させてもらってから、まあ違う日に、まあノンアルコールですけど、友達ともうノンアルコールの、なんかハイボールみたいなやつと、あとなんか駄菓子みたいなやつを持って、まあ人がいない時ですね、もちろん人がいない、本当お邪魔にならない時に、もうしれっといてすぐチュッチュって帰ったんですけど、もうその提灯の中で飲みたくて、なんで温泉ちゃんと入って、まあランチとかもちゃんとして、夜にそういうのをちょっとさせてもらったんですけど、もう最高だったんで、まあ何か、これで、まあ湯の平温泉街にとって何かいい、湯の平温泉街のね、ためになればいいなと思ってもあるし、まあ僕が最高な経験をさせてもらったので、まあそれも、最高な経験を僕はその時、泊まった時にさせてもらって、で、また、させてもらったので、その恩返しってわけでもないですけども、わけではないんですけど、さらにこうしたらもっと最高だって思ってですね、何かお力になりたいなと思って。で、今回、提案しました。で、今からちょっといろいろその確認で、ちょっと外に、買い物ではないんですけど、行ったりとか、なんか、おつまみとか、そのテントの中に置かなきゃいけないシンクみたいなものとか、ちょっといろいろ見てこようと思います。あんま僕、動画上げてないんでですね、しっかりちゃんと上げていこうと思います。まあ、いつも言ってるけど、あんまできてないんだけどな。まあ、何かね、今まで自分がこう、温泉を、自分がこう入ってるのを撮って、お金払って、温泉入ってるのを撮って、投稿みたいな感じだったと思うんですけど、ああいうスタイルは多分減っていくと思います。まあ、完全にゼロになるっていう感覚では僕の中でもないんですけど、めっちゃこう、それを高頻度で上げるっていうよりかは、やっぱ自分の性分的にも、やっぱこう何かこういう世のため、人のためになんかこう、なるような、こう、っていうのが分かりやすいものの方がやっぱ自分の体が動くのか、別に今まで撮ってたような動画が、何のためにもなってないっていう意味ではなくて、僕自身がなんかそういう方が、さっき言った屋台、多分角打ちっていうんですかね。そういう飲み屋とか、何かをこうやる、温泉街で何かこうためになることをやるとか、の方が、僕の体が動きやすいのかわからんですけど、性分に合ってるのか。まあでもいろいろ、とはいえね、いろいろ難しい局面とかいろいろありますけど、いろいろトライしてやっていこうと思います。まだ、屋台とは言ってもね、新生物がいろいろあるんで、あと、見なきゃいけないものとか資格とか、ちょっといろいろ取らなきゃいけない資格とかもあるんで、ちょっとね、残り時間あと2週間ぐらいしかないんですけど、ちょっともう急ピッチでやっていこうと思います。じゃあちょっと今からもう、そろそろ集合の時間なんで、行ってきます。レッツゴーうい飲み屋で必要そうなものを、で、今買えるものをちょっと買ってきて、まあこういう、100均にこういうのが、トレイみたいになってたんで、これ滑りにくいやつなんで、これにお酒とか。シールつけれる？うん。こういうの、お菓子とかお酒とか置いて、そのまま提供できればいいなと思います。こういうカップも買ってきたんで、ノンアルコールでちょっと試しに入れて、まあ何ミリリッターがビールいいかなとか。で、おつまみも一応こういう感じで、本当にお菓子とかを出す予定なんで、まあいろいろ買ってきたんで、これを実際にお皿に入れて、もう、何？成長性なってのが入ってる。成長性のも入ってますけど、まあそういうの、まあいろいろ、例えば、かば焼きさんとか、
これ確かに。カルパスとかね。カルパスとかあるんで、まあこういうのを、ちょっと実際お皿に入れて、まあこういう感じかとか雰囲気というか、まあ量の見た目とかももちろん商品って大事だと思うんで、そういうのをちょっと今から見ていければいいなと思います。お皿1種類しか買ってなかった。こういうお皿。2枚入れて、まあお酒はこれに入れて、これと375と一応420。ありがとう。これと375のやつと、420どっちも買ってきて、ビールも2個ノンアルコール買ってきてるんで、これでちょっと試して見た目というか、まあやるからにはね、ちゃんと見た目も大事だけど、こっちの利益もちゃんと大事なんで、それをちょっと見ながら、まあ値段とかいろいろ決めていこうと思います。これ、センス問われん？いや、大丈夫。怖っ。大丈夫、大丈夫。1個買って。かば焼きさん。ラーメン。生地パイ。カルパス。これで終わり。カルパス沈むね。これ、今思ったんや。これでいいかな、もう。それどっち？これにこう詰めたらもう、なんか、これに、あれ？ちょっと、ちょっと待って。源氏パイ、そうか、源氏パイじゃないもんね。ホームパイにするもんね。そう、これそう、源氏パイですけど、実は当日はホームパイとかにしようと思ってて。そうか、ホームパイにもうちょい細くなるのか。そう。ちょっと、よっちょいか、苦しい。いや、入れ方よ。入れ方下手くそですけど。やったらこっちの方が太いけん。こっちじゃない？そっちやな。せやな。なあ、めっちゃいいから、こんなキュッキュ線でも、自由になってると。いいやん。いや、でも、やっぱ下が、やっぱ攻めな。パン感ある方がいいよな。パンパンある方がいい。パンパンやん。結構パンパン入ってんねや、みたいな、なんかならん。そんな無理やり。下の空間めっちゃ気にならん？わかる。で、なんかこう、みんなを見せたいやん。もうめっちゃいいから全然見えん。じゃあ順序的にあれやな。手前がちっちゃいので、奥がでかいのにすればいいってことね。っていう並べ方にしたけど。ですよね、すいません。やっぱよっちゃんがくせ者やな。よっちゃんか。そうか、よっちゃんがなかったら。よっちゃいがでけえな。これうめえもんな。いいやん。天才かもしれん。よくない？天才かもしれん。めっちゃいいじゃん。これよくない？天才じゃね？天才やな。これは来たかもしらん。これは来たかもしらん。でも後ろから見たらすっごいブサイクないよね。いや、まあ、後ろから見たらな。後ろ姿ブサイクやけどね。でもいいよね。これ持って、ちょっと。でもちょっと待ってな。これにな、こう並ぶんで。あんま良くねえか。あんま良くねえ。よくなくはないけど、なんか見た目的に。まあ、皿の方がいいか、やっぱ。皿の方がやっぱ。見た目的にはね。結構、ええかなと思ったんじゃけどな。いや、もういいと思うよ。皿がええな、やっぱ。皿が見栄えええな。いいな。それいいやん。横向きのけんいいんだ。私縦に置いたけんか。いい。パーフェクトヒューマンだわ、これ。パーフェクト駄菓子だわ。来た。パーフェクトおつもみだわ。来た。横に置きゃよかった。よろしい。そんな、名前来てる。良い。これは良いね。これ良いわ。これ良い。縦に置いただけ。で、これに入れて。そう。これで出せば。それ入れてみる。観覧席でこうやって、手元にこうやってできながら、こうやってやれば、これいいね。ゴミもそのまま置いて、ビールもこうやってできるで。できるで。これはいいかもしれない。420と 375？ そう。なんか375の方がなんか、たっぷり入りそうな。変わらんくない？なんか、高いけど、確かに高さ。でもその分細いもんな、左。なんか細く見えるよな。いや、細くない？細い。高いけど。
今日こっちでもパンパンでも別にいいよね。なんか見た目で言ったらもう。入れてみんとわからんわ。うん。入れてみよう。待って、入れてみると、これ2本いっぺんに入れないけんそうだよな。私、すごいペースで飲まないといけないけど、まだ。もうちょっと冷やしたらよかったかな。もう遅え。うん、まあいいや、入れよう。まあ、分かればいいやん、あらかた。まあ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 。うん。あ、いいじゃん。あ、やばい。テンション上がってくるわ、これマジ。手震えるから。あ、やっぱ470じゃね？これで、多分375、これ多分青。25しか余白がないけん無理くね。25しかやってるな。これ350ミリやんか。ああ、そうだね。375で25ミリしか余白がねえってなったら、持ち歩くってなった時に、多少はやっぱこんぐらいいるな。いるくね。じゃあカップが420でいいな、もう。で、それぐらいビールしかも飲みたいじゃろ。うん。しかも。うん、350は欲しい。少ないもんな、それ。うん。これも全部継ぎ切った。もう次切った。でもここまであるけん。それいこうじゃん、もう。うん。そうしよ持ち歩くってなったらやっぱこのぐらいないと。そしたら滑らんやろ、多分持ち歩いてってなってなんか。飲んでいい？う。飲んでいい。飲んでもろて。これも結構、びっくりしないね。なんで尻反応すんのよ。尻読んでない。尻読んでない。あ、ちなみに友人の、あだ名ママさん、あだ名ママ。あだ名ママさんです。お酒好き。あだ名ママさんっていう名前みたいな。あだ名ママ。いろいろ手伝ってくれて、こういうちょっと、どれがいいかなって僕が、あれやったんで、今日いろいろ一緒にやってます。これちょっと一緒にやってみて、お菓子と一緒にやってみてよ。お菓子と一緒にやってみてよってことで一緒に食えってこと？うん。飲むときってお菓子食うやん。食べるよ。オッケー、ちょっとやってみて。それ、なんか、カルパスでも、まあ何でも好きなやつや。と、お酒、うん。チョコって日本酒合うんじゃないの？合わないの？私はいけるけど。うん、俺もいける。違う、厚さ的な問題よ。あ、そうやな。溶ける。溶けるな。うん。あかんわ。っていう話をしたよね。はい。したね。うん。だから、現地パイになったんだよね。そうやすや。いや、絶対気持ちいいやん、これ。絶対気持ちいいよ。外やったら多分なおさら気持ちいいと思う。うん。いいよなぁ、駄菓子でも。駄菓子は十分熊本に合うから。うん。じゃあ、駄菓子で持ってるけど、駄菓子をなんかこう、ちょっと低く見てたけど、やっぱ駄菓子って日本最強よな。おつまみやなんか結構。駄菓子バカにすんなよ。うん。最強やな。でも、イカはこれいいよ。うまいよ。まあ、短いのが食べやすいな。やっぱ長いのよりな、短いの食べやすいよな。食べやすい。うん。結構飲むね。でもノンアルなんでね。あ、そうやな。ビールやったらもうちょっと遅いわな。全然まだ。いや、多分変わらん気がする。変わらんのかい。思いのほか酔っちゃいけど時間かかる。ああ。イカそうめん時間かかる。あとのは多分サクサクいくんやけど、これで多分一杯いくね。あ、マジ？うん。次ましょうか。お姉さん次次ます。まあ2杯。もしくは3倍ぐらい頼んでくれたらまあありがたいけども。ビールなら2行くじゃろう。行くやろ。いや、俺も行く。うん。俺も全然行く。うん。普通に行く。で、また多分、なんか頼む。他に。頼む。なんかもう外やけんテンション上がるやろ。うん。ちょっと休憩したんで、今からまた、Amazon の欲しいものリストにいろいろ、もう必要そうなのチェックしてるんで、それを順次ちょっと見ていこうと思います。今からですね。30メーターの、あれ、カートに入れる。これメッシュ付きとかじゃなくていいよな。窓付きとかじゃなくていいよな。まあそんな感じで、ちょっといろいろ、話すことが、今、いろいろ決めることができたんで、あとは、ビールサーバーの、導入とかですね。生ビールが、やっぱ、いいじゃないですか。こう、ビールサーバーからついで。缶でこう、プシュってやる。目の前でね、されてもやっぱ、萎えるんで、やっぱビールサーバーを、用意したいなと思って。で、そのビールサーバーは、まあ、酒井さんとか、キリンさんかなとかにやっぱこう、お問い合わせしないとちょっとないので、で、こういうタッピーっていうのをね、導入できたらいいなと思ってます。いや、ちょっといろいろ決めると時間もかかるし、ちょっと疲れちゃうね。まあでも、
いろいろ、これやれたら、湯のひらにね、お酒、提灯の中で飲めて絶対気持ちいいなと思うから、ちょっといろいろやろうと思います。時間はちょっと少ないですけど。まだ冷蔵庫ですね。まあクーラーボックスとかでね、もちろん十分なのかもしれないですけど、ちゃんと冷えてた方が衛生的にもやっぱ一番安全なんで、4W 付き冷蔵庫をですね、冷える機能のある冷蔵庫。まあバッテリー付きだったら一番いいですけど、あとは自分の申請のためのその講義、食品衛生責任者っていうを取らなきゃいけないんですけど、その講義のまだ途中なんで、それをしっかり受け切って資格を取ることと、あとはちゃんとそれ全ての荷物を整えることと、ビールサーバーが一番メインですね。で、トータルおそらく、機材とかそういうのだけで16万円。ガーファッキャーメンで、こっから、お酒と、おつまみと、あと、氷とか仕入れるので、まあこれは別にプラマイゼロなんですけど、金庫っていうか、あれに置くための現金、多分5万円ぐらい。多分25万ぐらい。うわー、すごいね。ざっくり20何万円を回収できるか。20万の回収にどれぐらいかかるか。いやーでもいいよ。楽しくなってきたじゃん。プラスにできるかのは、まあ俺次第なんで、まあさすがにね、こう金使ってすぐパーンって回収できたら、できるようなね、そんなものではないと思うんで、やりようで、それを活かすか潰すかは自分次第だから、こういう MacBook とかだったら、MacBook とかって、これ MacBook って、僕が買った、これも20何万だったんですけど、まあとはいえ、なんか8000円の何ヶ月払いみたいなできるじゃないですか。いやでもそういう単品のものって一撃ズドーンって出てくから、いやー、でかいね。いやでもなんか度胸がつくわ、これぐらい貼ると。あんまりでかい金額をやることがあんまりないし、いやーちょっと面白くなってきたね。めっちゃ頑張るよ、マジで。これ火つくで、マジで。ケツに火つくで、これは。スーパー、もう何でもやるしかねえな、マジ。もうビビッとる暇ねえで、マジで。まあ、大丈夫。やればいいんで。じゃあ今日は、これにて終わろうと思います。まあメニューはだいたい、まあ多分ざっくりこういう感じに、日本酒とビールと、ソフトドリンクと、おつまみになると思います。まあいろいろやりながら、試しながら改善していこうと思います。まあ屋台なんでね、多分ビールがめっちゃ出ると思うんで。よし。楽しくなってきた。本日もご視聴いただき、ありがとうございました。僕はね、めっちゃ湯のひら好きなんで、まあ今後こういう形でいろいろ、なんか関わっていけたり、何か自分が湯のひらのためになればいいなと思っていろいろやっていこうと思います。まあでもあくまでちゃんと、あくまで温泉街の方の、意見を大事にちゃんとやっていこうと思います。尊敬してますんで、尊敬してやっていこうと思います。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。またね。また見てね。頑張るよ。またお会いしましょう。ぜひ、8月8と22ですね。大分県由布市の、いろひら温泉街っていうところで、夜イベントがあるんで、7時半ぐらいからですね、その、神楽とか、よ太鼓っていうそういうイベントがあるんですけど、その時に、多分その入り口ぐらいで僕がテントこう張って、いらっしゃいとか、もしかしたら言ってるかもしれないです。また次の動画でお会いしましょう。またねー。